こんにちは、みえこです。前回ご紹介したカバン、もう作られましたか？今日は同じパターンを使ってポーチを作りましたのでご紹介します。これですよ。ちょっと小さいです。大きく口が開くので使いやすい作品だと思います。それでは作り方をご紹介しますね。布のサイズですが、前回作った作品と同じです。今回初めて見る方のためにちょっとだけご紹介しますね。これは三角形の布の切り方です。はい、できました。では続いてヘキサゴンの布のカットの方法です。はい、できました。この最初の三角形を縫うところまでは前回と同じ作り方ですよ。これを3つピース作ったらこのように並べます。でこれを縫いますよ。この六角形のこの端にちょっと穴を開けて印をつけて、ここまで縫いますよという印です。そしたら残りのピースをここ縫いますね。先ほどつけた布に穴が開いているのでここまで縫いますよという印でしたよ。
残りの一辺も同じように縫います。はい、できました。このように作ります。そしたら同じものを3つ作ります。並べるのはこのようにセットしますよ。そしたら同じようにまた縫います。端まで縫いませんよ。この縫い代のところまでですよ。これね、空いてますからね。そしたらもう一つのピースを重ねてまた同じように縫います。端まで縫いますよ。そしたらプレスしてくださいね。次にキルト綿の上に重ねてカットします。トップと同じ大きさに切ります。次に裏布の上に重ねて裏布もキルト綿と同じ大きさに切ります。はい、このようにカットしたらミシンで縫いますよ。返し口の穴を開けてくださいね。はい、このようにできたら縫い代の端をこのように切ってくださいね。きれいに表に返るようにです。で表に返しますが、縫い代このように折りながら表に返すときれいにできますよ。そしたらプレスして返し口を閉じます。手縫いにしました。そしたらですね、ステッチします。好きなだけステッチしてください。はい、できました。
そしたら今度はね、これを手縫いで縫いましたよ。どんな縫い方でもいいので、ここ閉じます。表布も裏布も一緒に縫うといいですよ。裏布が表に出てしまうので気をつけます。で、縫ったら最後にこのように折ってマチを作ります。ここ止めますよ。で、3箇所全部同じように縫ってくださいね。で、こんな風にできますよ。はい、このようにできたら今度は紐を作りますよ。キルト綿を重ねて布の端を折ってミシンで縫っただけの簡単な紐です。このようにできたらカットしますよ。12センチにまずカットします。で、残りは長い紐として使います。そしてこの紐も今回は手縫いでつけました。ミシンで縫っても OK ですよ。はい、しっかり縫ったら完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。